はい、どうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということでね、今回ご紹介するのはこちら。はい、トマトファルシでございますね。で、こちら、フランス全土で親しまれているフランス家庭料理の方のトマトファルシの方を今日はご紹介したいと思います。で、こちらね、いかにね、こう、トマトと肉をね、ギュッとこう、閉じ込めて、この美味しさをこう一つにまとめるかっていうところがポイントになってきます。そこら辺踏まえてね、いろいろ作り方の方をご紹介していきたいなと思いますので、早速皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、どうはい、では材料の紹介です。まずこちらトマトですね。完熟ではなくて、ちょっとね、身のしっかりしたものをご用意ください。で、こちらひき肉、牛が1、豚が2ですね。ちょっと脂身が多いんですよね。少なめのものを選んでください。で、玉ねぎ、にんにく、で、こちらイタリアンパセリになります。で、こちら卵ですね。で、食パンの白い部分。で、こちら牛乳。で、バゲットの白い部分でも大丈夫です。で、こちらブラックペッパーの粗挽きとナツメグですね。はい、こちらバスマティライスですね。こちら、コヒノールのインド産のものをおすすめいたします。はい。で、トマトはこういう風にカットしていただいて、で、くり抜いていきます。まず白いね、こちら芯のところをくるくるっと取っていただいて、で、こちら、ここね、内壁取っていきます。内側に切れ込みを入れるんですけども、この時縁に傷だけはしないように気をつけてください。傷つけてしまうとそこから割れて中の汁が漏れちゃいますからね。で、こういう風な感じで、ティースプーンでかき出してあげて、でね、この内壁の壁のところも QEL のね、このスプーンの削り取るように取ってください。で、あまり削りすぎないようにだけは気をつけてください。こんな感じですね。で、中の果肉はこんな感じでね、軽くカットしていただければ OK です。で、こういう風にまとめてください。で、こちらのね、内側に塩をしてあげてください。しっかりね、くっついてるのを確認していただいて、で、裏返します。これでね、30分は確実に放置してください。このまま放置します。で、こちら食パンですね。白い部分をこんな感じにカットしていただいて、牛乳、こちらですね、私ちょっと結構入れちゃってるんですけども、もうこれの4分の1ぐらいでいいです。本当に浸ればいいかなっていうぐらいの、全体にちょっとね浸ればいいので、少なめで大丈夫です。で、玉ねぎはみじん切りにしちゃいましょう。こちらね、粗めで OK です。こんな感じですね。で、にんにくは芯を取ってアッシェにしてもらえれば OK です。で、イタリアンパセリも葉のところだけを軽くね、粗みじんで OK です。で、その玉ねぎをまず炒めます。軽くね、油を引いて炒めていただいて、軽く塩で、そこに後からニンニクを入れてあげてください。で、軽く炒めまして、こんな感じでね、色づけば OK です。で、こちら豚肉と牛肉を入れていきます。ここで軽く塩をしてあげてください。で、ここでしっかり練ります。ここがすごい大事です。ここ絶対しっかり練ってあげてください。塩を入れただけの状態でまずしっかり練ってあげて、肉を決着させてあげます。こんな感じですね。で、こちらで炒めた玉ねぎとニンニク入れましょう。で、ここでもう一回ここでよく練ります。で、この浸したパンですね、これを集めて軽く絞ってあげてください。ちょっとね、私牛乳多かったので、そういった理由もあって少なめでいいですよっていうことですね。で、そのちょっとね絞ったやつを入れてあげて、で、イタリアンパセリ、卵で、こちらね、粗挽き黒胡椒ですね、入れてあげて、で、ナツメグ、で、ここでしっかり混ぜていきます。で、このですね、目安としては、このパン粉がですね、
もう本当に馴染んで消えてしまうんですね。しっかり練ってあげてください。パン粉がなく、食パンのね、四角いねカットのものがなくなるまでこんな感じに練ってもらえれば OK です。でそれをラップして30分から寝かしてあげてください。でその間ね、トマトの方がこんな感じで水分が出ます。でここもすごい重要です。中の水分をペーパーでしっかり取ってあげてください。こんな感じでしっかりね水分取ってあげれば OK です。でこの出た水分はこちらに入れてあげてください。ではトマトの方に肉を詰めていきます。私はねこんな感じでスプーン2枚使ってこうやってねやってしまうんですけども、詰められればどういう形で詰めていただいても結構です。私はこういうやり方がやりやすかったのでやってるっていうだけですので、真似する必要は特にありません。こんな感じでねまず入れてあげて、でその時に、トマトのこのね内側に向かって外にねこう行くようにこうね広げてあげてください。そうすることでしっかりねトマトのこの麺と肉の面がね、密着するようにスプーンでしっかり押してあげてください。であとは最終的にこのトマトファルシがこんもりするようにお肉を持ってあげていただければ OK ですね。で今その仕上げの作業をするところです。こんな感じで乗っけてあげて、あとはこのねトマトのヘリをねこうしっかりお肉がかかるようにスプーンのねお腹の部分、腹の部分でこう慣らしてあげて、こんな感じでこんもり持ってあげてください。で、こちらねちょっとだけ白ワイン使います。このね本当にちょっとだけ入れます。これだけで大丈夫です。もう少し少なくてもいいぐらいですね。でここに塩で一回ここでよく混ぜてあげてください。でそこにバスマティライスに放り込みます。でここでよく混ぜてあげて、でオリーブオイルかけてあげましょう。でよく混ぜていきます。でそれを流し込みます。でこのね流したグラタン皿のバスマティライスのところにこの上にねトマトファルシを乗っけていきます。こんな感じですね。でここから焼いていきます。もう余熱でもう200度にしてあります。200度に余熱したところに、だいたい今から45分かけていきます。で一回ここで様子見ます。だいたい今20分ぐらい経ったところで、蓋の部分をね入れてあげて、で今これで45分経ったところですね。こんな感じで仕上がります。でこれがだいたい出来上がりですね。で今見えますかね、ここに亀裂が入ってるんですよね。もうこれになってしまうっていうことはこうカットしてる時に包丁で傷をつけてしまってたってことなんですね。でそうなるとこういう風に崩れちゃうんですよね。こういう風になってしまうので、皆さん本当にカットの時は気をつけてやってあげてください。全部ねせっかく出た肉汁とかトマトのねこう保ってたものが全部外に出てしまいます。でしっかりねできてるとこんな感じでね綺麗にいきますので、はい、これがトマトファルシですね。でこちらバスマティライスですね。ちょっとひき肉の油が多かったなと思ってるんですけども、もう少しね油が少なければもっとねこうパラパラってしたところをねお見せできたなと思ってるんですけど、ちょっとそこだけ後悔してるところですね。では盛り付けです。こ
こちらトマトファルシでございます。いかがでございますでしょうか。では実食です。いいですね。じゃあいただきます。グッといきます。ライスもいただきます。うまい。こちらのねトマトファルシ、こうね中の水分をしっかりね取っていただけると、こうやって身がね離れることなくね綺麗にいきます。でまたねカットするときにですね、切れ込みがねこう内壁に入らないように、そこだけ気をつけてもらえれば潰れることなく、こうやってね形が綺麗にいきますのでね。でお味の方はもうこちらでねこうできたこのね、出てきた肉汁がこのね、バスマティライスに吸い込んで、でこのねトマトの酸味ともうベストマッチですね。もう最高に美味しいです。ぜひご家庭でも再現できる料理ですのでお試しください。はいどうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。トマトファルシでございました。でね、ここからはちょっとね専門的なお話をさせていただきたいなと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。でね、今回ご紹介させていただきましたこちらフランス家庭料理のトマトファルシをご紹介させていただきました。こういうのをですね、向こうの言葉で、キュージューヌファミリアルっていうね、家庭料理っていう、言い方をするんですけども、こちらのトマトファルシなんですけども、よくね、このトマトファルシというと、このプロヴァンスの郷土料理にもプティファルシっていうですね、郷土料理がありまして、こちらとはね似てはいるんですけどもちょっと違うものになりますので、今回ご紹介しているのは、フランス全土でね、ご家庭で、こう親しまれているトマトファルシの方をまずご紹介させていただきました。で、こちらですね、特徴としましては、こちらのトマトの、中身ですよね。中身の方を、こう、バスマティライスにね、こう使っていって、で、このお米のベッドでね、この、旨味をこう吸わせて、仕上げるっていうところが、このね、キュージーヌファミリアルの方のトマトファルシの特徴っていう感じですね。はい。で、まずこの、トマトファルシにおきまして最も大事なことがありますので、これはまず塩をして内側にですね塩をしてまずしっかりここは脱水してください。で脱水しましたらペーパーで内側の水分をきっちり取りましょう。でそれともう一点は、私もね、お見せしたと思うんですけども、内壁にですねちょっとでも傷をつけてしまうとこういう風にですね、はい、こういう風に、そこから焼いていくときに裂け目ができていって、崩れてしまうっていうことになります。たまたまね今回は仕上がりまでは崩れることはなかったんですけども、こうね、もう切れ目が入ってましたので、すくい上げたときに、すぐねボロってこうね崩れたっていうところでお見せ、いたしたっていうところになりますね。ですのでここのトマトの、切り抜き部分っていうとくり抜き部分ですね、ここが最も重要な工程になりますので、ここはゆっくりでもいいですので、落ち着いてやっていただいた方が間違いなくいい仕上がりになります。はい、バスマティライスを使う理由ですよね。
で、こちらなんですけども、アミロースの含有量が高いんですよね。で、このアミロースの含有量が高いって何が起きるかっていうところなんですけども、水分を吸っても形が崩れにくくて、パラパラ感が維持できるっていうところなんですよね。ですので、トマトの酸味とか、肉のね、油を吸収してもべちゃつくことなくですね、一粒一粒が旨味を抱き込んだ状態になってくれるということで、このバスマティライスの選択っていう形になりますね。で、あと水分のところですね、ちょっとここ私も、撮影した後にちょっと反省してるんですけども、できれば、具材のところと水分、液体ですよね。ここはね、しっかり分けて計量した方が、皆さんに分かりやすかったなと思って、ちょっとここは反省してるんですけども、まず、お米、バスマティが1に対して、このトマトの果汁も1にしてください。で、果肉はね、別で、しっかりね、別で取っといてもらっていいんですけど、まずこの水分のところがだいたい1対1にしていただければっていうところですよね。で、そこにね、果肉を加えていただければ OK です。で、このオーブンの加熱中にですね、このトマトの、トマトファルシェの方から、その肉の旨味とかがですね、滴り落ちてくるので、ここからね、米にバスマティライスに吸い上げていって、このトマトと肉から溢れ出るこのグルタミン酸とか、イノシン酸のこの樹ですよね。これが、吸い込んでくれて、この固化していって、極上のね、ガルンチュールが完成するっていう、プロセスになってきますね。で、この時にですね、私もここもねちょっとね皆さんにちゃんとお伝えすべきだなと思ってるんですけども、今回ご用意したこちら、はい、私がご用意したひき肉なんですけども、この豚肉の方がですねちょっとやっぱり白っぽくて、その脂身が多かったんですよね。ですのでちょっとバスマティライスのもっとパラパラ感バラッとしたのをお見せしたかったんですけど、ちょっとなんか油多いななんて思ってちょっとここだけね仕上がりに納得はしてないんですけども、ご購入時にその日本のねひき肉がちょっと脂身多いなっていう傾向があるので、その点だけちょっとね赤身の多いお肉をひき肉を選んであげてください。で、最後に、お米の部分のところでなぜ白ワインを入れたかっていうところなんですよね。で、これがですね、白ワインをなぜ入れるかっていうところなんですけども、このアルコールのですね、橋渡し効果っていうのがありまして、実はこのアルコールっていうのが面白い物質で、その水溶性と脂溶性の両方の特性、旨味をですね、このお米の芯まで浸透させる力があるっていうところなんですよね。ですので、ここはアルコールはもう白ワインを入れるのはちょっとで大丈夫です。どこでも入れる必要はなくて、本当にちょっと入れるだけで、ものすごい変わったりしますので、ぜひぜひここもね、お試しいただければなと思っております。はい、じゃあ次に、牛乳を使う理由ですよね。で、こちらの牛乳を使う理由を説明する前に、まずちょっとね、先に前置きの説明がありまして、トマトの内側ですよね。内側の水分をしっかり取ってからお肉を入れましたよね。で、あれの理由というのが、水分があった状態で、お肉を入れてしまうと、この肉とトマトの間に水をかますことになりますので、それが加熱した時に水蒸気になって、肉とトマトが剥離していくっていう現象が起きます。もうこれはもう物理的現象になってしまいますので、できるだけここは水分をしっかり取ってあげるっていうところで、キッチンペーパーなどを使ってしっかり取ってあげる。これによって物理的にまず、肉とトマトが決着しやすいっていうところがあるんですね。で、その前提があって、もうプラスアルファで、牛乳を浸した食パンっていうものが出てきます。で、これ何が起きているかっていうと、まずその乳タンパクの中にあるそのカゼインですよね。これによって決着力がものすごい強化されるっていうところがあります。で、これをやることで、このトマトとこのね、お肉のところの剥離が防げるっていうところがまず、結論の中の一つっていうところになりますね。で、次に、なぜこのパン粉というか、食パンを使ったかっていうところなんですけども、これはもう旨味を出さないように水分を保つ、お肉の中に水分を保つために、この食パンを使っているっていうところになりますよね。で、その中にあるその乳脂肪
ですよね。これがですね、お肉全体の乳化と保水をこう手助けするっていうところになってきます。で、これによってですね、加熱後もファルス内部のこう水分がとどまって、こうしっとりした滑らかなね、口当たりになりますので、ここも結構重要な部分になってきますね。次にね、乳糖の話になってくるんですけども、このラクトースっていうものがありまして、これがね、風味付けの底上げになってます。で、どういうことかと言いますと、この乳糖自体が糖分が含まれてますので、これがですね、肉から溶け出したこのアミノ酸が、このオーブンの熱、150度以上ですよね。これとですね、合わさることで、よく、聞き馴染みのあるメイラード反応なんていうね、言葉があるんですけども、これがね、引き起こされて、で、ここからですね、香ばしいロースト香が放たれるっていうところですね。で、このロースト香と聞けば、そうです、ストレッカー分解反応っていうことにはなってくるんですけども、そこら辺はね、あんまり深掘って、ここら辺はちょっとお話は一旦避けて、で、もう一つは、その、牛乳をこう使うことで、コロイド粒子っていうものがありまして、で、これはですね、不快な匂い成分を吸着していく性質があります。で、これがあるので、豚肉とか牛肉特有の生臭さ、獣臭さを、牛乳がマスキングしてくれるっていうところで、ここでね、ナツメグとかパセリとかいった、香辛料とかがですね、よりですね、こうピュアに香り立つっていうところで、非常に重要な役割が4つあるっていうところですね。まず、まとめると、こう乳脂肪による、乳化と保水がある。で、2つ目に乳タンパク、カゼインによるこの決着力の強化がある。で、3つ目がこのね、乳糖、ラクトースによる、香ばしいロースト香を放つ役割がある。で、4つ目に、このね、マスキング効果っていうところで、実はこの牛乳を使うっていうのは非常に、重要な部分だったりします。はい。最後までご視聴ありがとうございます。フランス家庭料理のトマトファルシご紹介させていただきました。またね、プロヴァンスの郷土料理であるプティファルシ、こちらもね、先々どこかで、動画作成できたらなと思っておりますので、そちらもね、お楽しみにいただければなと思っております。ちょうどね、日本のトマトのシーズンといえば4月から7月にかけて美味しい時期になりますので、こちらのね、メニューぜひぜひお試しいただけたら。またね、今年の夏もね、非常にね、暑い夏になりそうな感じしますよね。で、こちらのメニューなんですけども、夏バテ予防には非常にいいメニューだと思っています。そちらもね、合わせてね、夏バテ予防というところで、こちらのトマトファルシ、ぜひ挑戦してみてください。そしてね、いつもハイプでの応援ありがとうございます。日に日にね、皆様からこうね、熱い、メッセージとハイプでの応援、もうビシバシ感じております。はい、本当にありがとうございます。引き続きね、皆様からの熱いハイプでの応援お待ちしております。そして、チャンネル登録、高評価、引き続きよろしくお願いいたします。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。